みんなどうも、ずんだもんなのだ。今日も元気に出発進行なのだ。今回は、アフリカ大陸にある国に注目していくのだ。その名も、ニジェール、なのだ。実は、このニジェールって国、すっごく面白い豆知識があるのだ。なんとね、国民の半分が中学生くらいの年齢なのだ。そう、世界で最も人口が若い場所の一つで、年齢の中央値はなんと15歳くらいしかないらしいのだ。すごい未来が待ってる感じがするのだ。今日はそんなニジェールからとっておきのニュースを全部で3つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。ニジェール政府が承認したばかりの2025年度のすっごい予算案についてなのだ。コロナ禍や経済制裁で大変な中で一体どんな未来を描いているのか、国の未来を決める大切な予算がどのように組まれたのか、とっても興味深いのだ。今日の動画も面白かったって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いするのだ。ずんだもん、とっても励みになるのだ。それじゃあ、早速ニジェールのニュースをずんだもんと一緒に見ていくのだ。皆さん、ニジェールという国をご存知でしょうか。西アフリカの内陸に位置し、広大なサハラ砂漠の一部が広がる国なのだ。首都はニジェール川沿いのニアメで、とても活気にあふれているのだ。かつてフランスの植民地だった歴史を持ち、現在は共和制の国なのだ。人口は約2700万人と多く、平均年齢が若く、活気に満ちている国なのだ。主要産業は農業で、ミレットやソルガムなどが主に栽培されているのだ。ウランなどの鉱物資源も豊富に産出されるのだ。遊牧文化を持つトゥアレグ族など多様な民族が暮らしており、独自の文化を育んでいるのだ。近年は気候変動の影響や地域の安全保障問題が大きな課題となっているけれど、ニジェールは豊かな自然と温かい人々が息づく魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。CHAN 2025ラミン全員首相 MENAA の大使らに国旗を授与という記事なのだ。ニジェール代表の MENAA は2025年サッカーアフリカネーションズチャンピオンシップ CHAN に向けて準備万端なのだ。7月17日、ラミン全員首相は代表チームに国旗を手渡したのだ。これはチームへの全面的な支持とニジェール国民の希望と愛国心を象徴する大切な行事なのだ。首相はキャプテンのタンジャ・ジブリル選手に国旗を託し、国のために戦うチームを国民全員で応援し、一つになろうと呼びかけたのだ。副キャプテンのモハメド・アブドゥラハマネ選手も首相から国旗を受け取れてとても誇らしいのだ。私たちは国のために全力を尽くすのだと決意を語ったのだ。CHAN 2025は8月2日から30日までウガンダ、ケニア、タンザニアで開催されるのだ。この大会はただのスポーツイベントではなく、ニジェールの名誉をかけた大きな挑戦なのだ。MENAA は国民みんなの希望を胸に世界の舞台で頑張るのだ。2つ目のニュースなのだ。2025年予算強靭で包摂的な景気回復へ3兆333億3300万 CFA フランという記事なのだ。ニジェール政府が2025年度の予算案を承認したのだ。予算額は3兆33.33億 CFA フランで2024年より 4.13% も増えているのだ。これはウクライナ情勢やコロナ禍、それに経済的な制裁や援助が止まってしまうなど大変な状況の中で作られた予算なのだ。この予算の目的は国全体の経済を安定させてみんなが豊かになるような発展を促し、そしてお財布を健全に保つことなのだ。特に国民の健康を守る保険や未来を作る教育、それに国の基盤となるインフラへの投資を優先するのだ。経済を元気にするために新しい税金を作ったり、今ある税金の見直しをしたりするのだ。
例えば、香料で得た利益に新しく税金をかけたり、オンラインで物を売った時にも消費税のようなものを加えるのだ。出は、公務員さんのお給料やインフラ整備、そして保険や教育など、みんなの生活を支える社会サービスに重点的に配分されるのだ。この予算は、今の経済的な困難を乗り越えて、持続可能な発展の土台を築くための、とっても大切な戦略ツールなのだ。みんなを応援して、国のお金をたくさん回して、社会が平和になるように頑張るのだ。3つ目のニュースなのだ。経済展望。IMF、ニジェールの改革を称賛。2024年の経済成長率 8.8% を予測という記事なのだ。国際通貨基金 FMI がニジェールの経済にすごく良いお知らせを発表したのだ。2024年末までにニジェールは経済成長率 8.8% を達成する見込みで、2025年には 7.9% の成長が予測されているのだ。これはFMI のニジェール担当管理者ワッタラ・ワウタボーナさんがアリ・マハマン・ラミン全員首相と会談した後に確認したとっても明るい見通しなのだ。 FMI はニジェールが進めてきた経済改革をすごく高く評価していて、これからもニジェールの経済や社会の発展をずっと支えていくって約束しているのだ。ワッタラさんは首相への感謝の気持ちを伝えて、FMI との信用供与やレジリエンス、持続可能性のための支援プログラムについても話し合ったのだ。FMI の事務局長であるクリスタリナ・ゲオルギエバさんもニジェール政府の努力を高く評価していて、国際機関としてニジェールが開発目標を達成できるように、これからも積極的に協力していくと言っているのだ。ニジェールの改革が国民の具体的な利益につながるように、FMI は引き続き支援を続けていくそうなのだ。皆さん、ニジェール、とっても魅力的な国なのだ。サッカー代表は国の希望を胸に奮闘し、政府は力強い予算で未来を開くのだ。IMF も経済成長を大絶賛。まさに今、ニジェールは困難を乗り越え、力強く発展している真っ只中なのだ。この勢いで、きっともっともっと素晴らしい国になるのだ。ずんだもんもずっと応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。